暖かくなってくると、心が開放的になる分だけ、人の気持ちに油断が起きるわけですよ。心の隙につけ込まれやすくなるから、夏場は、ちょっと自分の心に鍵をかけて、冬場は開放的にってのがいいと思いますよ。もうすぐいわゆる夏至はい。という時期に差し掛かるんですけれども、結構 YouTube とかで夏至で運勢とかを調べた時に、いろんな動画で結構季節の変わり目は気の流れ変わったりするので運勢変わりますよですとか、なんかそういう動画がもうあったんですけども、なんかハルさんから見てこういうことするといいよとか、スピリチュアル的にはこういうことだよみたいなことがあれば、ぜひお伺いしたいなと思ってます。ないです、夏至とかは。全くないです。ないですか？ないです。季節がこういうふうにはっきり変わっていくのは日本ぐらいなんです。世界的に考えたらそういうところって少ないんですよ。はい、だから、日本ってのは花鳥風月の国だし、季節があるから、その季節の中でうまく季節を乗り切りながら生きていこうっていう考え方の、夏至はあったかもしれない。はい、昔で言うとクーラーもないし、夏は夏の過ごし方しないと大変じゃないですか、暑くて。はい、冬は冬のっていう。はい、そういうのところから、ちょっとスピリチュアルの方に話が振っていったんじゃない。ただ、暖かくなってくると、寒い時よりは縮こまらないし、心が開放的になる分だけ、動きの幅が広くなるっていうのもあるし、人の気持ちに油断が起きるわけですよ。その油断に応じてイベント組んだりとか、いろんなものを買わせようとしたりとかするので、そういう面では世の中がわさわさしたり、楽しくなった陽気になった分だけ、心の隙につけ込まれやすくなるから、僕は逆に夏場は、ちょっと自分の心に鍵をかけて、冬場は開放的にってのがいいと思いますよ。確かに夏ってどうしても開放というか、朝楽しもうみたいな。そう。開放しよう。それいいですけど、ただ、心のその鍵を緩めちゃうじゃないですか、油断するので、そこを狙ってくる人たちもいるので。っていうのを心配があると思いますね。でも夏至がどうとかっていうのはないかな。日本的な発想です。ただ、夏至についてもずっと調べていくと、最初のやっぱり入り口は僕の言った通りで、過ごし方ですよ。暦の上での過ごし方ね。そうそう夏至になるから、暑くなるからね。水分補給しようねとか、そういう考え方はあったと思いますね。そうしますと、夏至に関わらず、例えば、運気を上げるためにやった方がいいことですとか、逆に運気下げないためにやった方がいいこととか、やらない方がいいこととか。僕思うのはね、季節ってやっぱり洋服関係するじゃないですか。着込んだりとかね、薄くなったりしますけども、人間ってやっぱりパーソナルカラー持ってるので、一番やはり自分がどういう色の服をつけてどう生活してるかってすごく大事だと思いますよ。逆に言えば。これは多分季節感もあると思いますけど、夏はこういう色で行くとか、冬はこういう色で行くみたいな感じにした方がいいかもしれない。例えば具体的にもって言うと、性格が落ち込みやすい人ってやっぱ冬場にすごく色がダークになっちゃうんですよ。で、夏場やはりちょっと開放的すぎる人は明るくなりすぎるので、自分の性格と反対の服の色をつけていくと、僕は運勢は調整取れるかなと思いますね。冬場元気がなくなりやすい人はデザインの綺麗なものがいいし、夏場やっぱり開放的になりすぎる人たちは少し抑えた方が運勢のバランスで取れるんですよ。運勢ってやっぱりね、良いことも100いってしまうとひっくり返ってマイナスになっちゃったりするので、一番いいのはやっぱり100プラスをもらうよりは65から70を目指していくっていうのが一番大事なんですね。腹並ぶ僕ら言い方しますけど、8分じゃなくて、もうちょっと食べたいんだけどぐらいのところで喜びを抑えておくと、次のマイナスの跳ね返りが少ないっていうのは、日本人的な発想として合うかな。アメリカだと違いますね。海外だと100全部食べますと。だけどマイナスになったものを受け入れますという人たちなんで、そういう考え方が合う人たちはいいですけど、必ず作用と反作用っていうのがありますから、100作用したら100必ずマイナス作用は避けられないので、大体皆さん見てると不幸になった、落ち込んだっていう方が多いので、僕の意見から言わせると、そういう嫌なことが起きたくないっていう人はいいことも抑えめにした方がいいですよっていう
まあ中庸って言い方しますけど、そういうところを目指して今年からやられたらどうですかね。なるほどですね。はい。勉強になります。まあなんか王さん個人的に勉強になるんですよね。そうですね。めちゃくちゃ今、そっか、腹並ぶ。で、あんまりこう満足をこう、まあある意味調整することが大事なんだなっていう。満足は、例えば僕らもそうですけど、美味しいものを食べ始めた時にね、腹8分に行くまでの間が一番美味しいんですよ。すげえ美味しいんですよ。はい、8分ぐらいが満足してきてるから、7分の喜びがないんですよ。ああ、確かに。で、9分行ってくるとどんどん苦しくなってきて、食べ過ぎたってなるじゃないですか。はい、実は腹8分に行くまでもうちょっと食べたいが幸せなものだし、その食品、食べ物に対する喜びが消えない瞬間じゃないですか。はい、そこで止めるっていうのが大事です。だから腹7分なんです。これ腹7分論って僕がずっと言い続けてるんですけど、はい、腹8分は満足するんですよ。満足は慣れてしまうので、大好きなオムライス、大好きなカツカレーが大好きじゃなくなるんですよ。確かに。わかります。だから人に対する愛情も喜びも腹並ぶぐらいで止めとくと、はい、次をもっと頑張る。例えばライブ行きたいなとか、こういう絵が欲しいな、車が欲しいな。欲しいものを全部手に入れてしまったらもう欲しいものがなくなっちゃうんで、はい、まあそういうふうにして燃え尽きてしまった人多いですから。これが本当の燃え尽き症候群だと思ってるんですよ。はい、だから今の時代は腹8分じゃなくて7分で止めることが燃え尽きずに、いつも未来が明るく見えて、こういうことを味わいたいって頑張れるんじゃないですか。勉強になりました。工場はもう大丈夫さ。工場は静かに目を閉じ